皆さんお久しぶりです。お元気でしたでしょうか？今日は Tick Time というタイマーを皆さんに紹介しようと思って久々に動画を撮っています。今までのタイマーとは一味違うユニークな仕様になっているので、ぜひ見ていっていただけると嬉しいです。私は今こちらの2つのタイマーを主に使っています。でも例えばこちらのタイマーだとこんな風にいちいちタイムを入力しないといけないし、こちらのタイマーもですね、こんな風に手動でセットしないといけないんですよね。でもこちらのタイマーはですね、そういった時間のセットをしなくていいんです。まずこちらのタイマーの側面に3、5、10、30、25と数字が書かれてますね。これがタイマーの時間になります。で、例えば3という数字を上にしてこんな風に横にするとですね、自動的に3分のタイマーがスタートするんですね。で、5の数字を今度上にすると、今度は5分のタイマーが自動的にスタートします。10の数字を上にすると、今度は10分のタイマーがスタートするという具合にですね、タイマーの数字を上にすると、そのタイマーが自動的にスタートするという仕組みになっています。で、タイマーを止めたいときはこんな風に立てると止まります。ちなみに反対向きに立てるとストップウォッチにもなるということらしいんですけど、ちょっと私には使い方がわからなかったです。自分の好きなタイマーの時間もこんな風にボタンを押しながらセットすることもできます。例えば4分という風にセットして、こんな風に横に向けたらタイマーがスタートします。一応こちらにですね、簡単な説明書がついているので、それぞれの機能の操作についてはこちらで確認することができます。日本語以外にも英語とか他の言語も入ってますね。で、こうやって3つのタイマー並べてみると、このティックタイムが非常にコンパクトなのがわかると思います。サイズもそうですし、とても軽いんですよね。もう本当に簡単に持ち上げられるし、数字もコロコロ変えることができます。で、最初の方でも言ったんですけど、こうやってタイマーっていうのは時間をこんな風にですね、セットしなきゃいけないのが普通なんですけども、このティックタイムだとポンと簡単に25分だったら25分のところを上にすればタイマーが自動でセットされてスタートしてくれます。ただ気になる点も何個か出てきました。例えばこういったタイマーだとポチッとボタンを押すとタイマーが一時停止してくれるじゃないですか。で、こちらのタイマーもそうなんですけど、このティックタイムも一時停止ができないんですよね。もちろんこうやって立てたら点滅して一時停止してくれるんですけど、ほらこんな風にするとまた25分スタートで時間が戻っちゃうんですよね。なのでこちらのタイマーのように一時停止したところからまた再開したいっていうのができないのがちょっと不便だなというふうに思いました。もう一つはタイマーの音量なんですけど、ミュートから結構3段階ぐらいまで音の調整ができるんですが、一度タイマーをセットしてからじゃないとその操作ができないんですね。しかも音量調整のたびに音が鳴るのでピーピーピーって外で使うときはちょっと注意が必要かなというふうに思いました。大抵のタイマーはこんな風に音量の調整とかミュートにするしないとかっていうのはタイマーを開始しなくてもボタン操作で設定できるんですけどね、このティックタイムはそれができないということでちょっと不便かなと思いました。ちなみにこちらが充電をする差し込み口になります。タイプ C の USB ケーブルで充電することができます。それでは早速このタイマーを使って作業していきたいと思います。25分作業、5分休憩のポモドロタイマーを使っていきます。ちなみに今使っているキーボードは RK61 と呼ばれるもので、大きさが 60% になります。とてもコンパクトで使いやすいです。
25分経ったので5分休憩に入ります。普通のタイマーだとここからまた5分セットしないといけないと思うんですが、このタイマーは5の数字を上にすれば簡単にタイマーをセットできます。次の作業もまた25分測ってやっていきます。タイマーの数字が傾いて表示されるのが若干気になりますね。作業中に時間をパッと見て確認したいという場合は少し見にくいかもしれません。せっかくなので作業している時のデスク周りも撮ってみました。最後に作業していて気づいたことなんですが、タイマーをちょっと移動させようとして持ち上げると今までの時間がリセットされてしまうので、その点は注意が必要かなと思います。以上がティックタイムの紹介になります。作業の内容の種類だったり自分の気分、疲れ具合なんかを見ながらこの3つのタイマーを使い分けてやっていきたいというふうに思っています。皆さんの参考にもなったら嬉しいです。